今回は絵の具の仕組みについての簡単なご説明と、私の講座で普段使っているおすすめの絵の具の色のご紹介をしていきたいと思います。絵の具にはこういったチューブのタイプの絵の具と、こういったパンという固形絵の具ですね。でこちらを開けるとこんな風になっていて、ここの部分をお水で、濡れた筆でこう触って溶かして使うタイプのものですね。でこれ大きさが本当はこのぐらいの大きさなんです。一つがパンですね。その半分なのでこちらの大きさはハーフパンと言います。で今日はこちらのチューブの絵の具の方を説明していきたいと思います。こちら今サップグリーンという名前なんですが、こちらもパンですがパーマネントサップグリーンと同じ色ですね。ではこちらのチューブの方を説明していきます。でこちらの今並んでいる絵の具はどれもプルシャンブルーという絵の具の色です。で真ん中のこちらが HWC、日本の会社のホルベインという画材会社が出しているホルベインアーティストウォーターカラーという絵の具の種類ですね。こちらがプルシャンブルーと書いてあります。そしてこちらがイギリスのウィンザー・ニュートンという会社から出しているプルシャンブルーですね。こちらの表記は英語になっています。そしてこちらがドイツのシュミンケという会社のフォラダムという絵の具です。こちらもプルシャンブルーとなっています。この他にもいろいろと絵の具の会社はあります。同じ色の絵の具を違った会社がそれぞれ出しているわけですが、絵の具とは顔料という色のついた粉とその粉同士をくっつけるつなぎと画面に接着させる接着剤の役割をするメディウムというもので作られています。高価なものから安価なものまで幅広く顔料はあります。それぞれの会社によって使っている顔料の質、メディウムと混ぜる製法、絵の具の耐光性や強度などいろいろと変えられています。発色の仕方、特に乾いた後、絵が出来上がった後の発色の仕方など変わってきます。色は同じですが、絵の具の質が変わっているということです。ですので価格もかなり同じ色でも差があります。基本的に絵の具はすべて紫外線、太陽の光に弱いものですが、耐光性に優れているなどの理由で値段が上がってきます。私の教室に入ってきてくださる方が最初自分のお道具をお持ちなんですが、圧倒的に皆さんお持ちなのがこちらの日本の会社のホルベインの絵の具です。これを皆さんお持ちになられます。ですので今回はこちらのホルベインの絵の具の説明と、私は教室でウィンザー・ニュートン社の絵の具をおすすめしていますので、こちらの絵の具の色も一緒に説明していきたいと思います。こちらのホルベインの絵の具なんですが、こちらがですね、このデザインがパッケージですね。パッケージが旧式でこのようなちょっとかっこよくなってパッケージが変わっています。ただ入っている量はですね 5ml で両方とも一緒です。今これがこちらになってます。同じ会社の絵の具ですので間違いないようにしてください。でそれからこれがですね今 5ml なんですが、ホルベインの絵の具はこのように 15ml のですね、これ大きいタイプも売っています。こんな風にです。これ、旧パッケージですね。こういう風に大きいのも売っています。よく使うメインの色は大きいので買われている方も結構いらっしゃいますね。こういった絵の具も発売しています。これがこちらのこういう水彩絵の具とすぐそばにこの絵の具の棚もありまして、このようにたくさん色がバーッと同じように並んでいます。生徒さんがよくこちらの絵の具を買われるんですが、
これ実は絵の具の種類が違うんですね。こちらに G ガッシュって書いてあります。形そっくりなんですね。間違えやすいんです。実は水彩絵の具とは2種類に分かれます。透明水彩絵の具と不透明水彩絵の具という透明と不透明に分かれます。私が講座でご紹介をしているのは透明水彩絵の具の方です。透明水彩絵の具と不透明水彩絵の具は何が違うのかと言いますと、同じ水彩絵の具ですので基本は同じなんですね。ですが冒頭でお話ししました通り、絵の具は顔料という色のついた粉とメディウムというつなぎと接着剤の役割をするもので作られていますが、透明水彩絵の具と不透明水彩絵の具はその割合が違います。透明水彩絵の具は透明ですので下が透けるという状態です。顔料というのは不透明なものなので、メディウムというのは透明なものです。顔料が少なくメディウムの量が多いのが透明水彩絵の具。顔料の量が多くメディウムの量が少ないのが不透明水彩絵の具となります。顔料の量が多くメディウムの量が少ないので、不透明水彩絵の具は下の色が透けません。もちろん水彩絵の具ですので、たっぷりの水で不透明水彩絵の具を溶けば透明水彩絵の具のように使えます。ですが基本的には不透明水彩絵の具は、不透明、下が透けないとなります。この不透明水彩絵の具のことをガッシュと呼びます。私の講座では下の色が透ける透明水彩絵の具の方を使っていますので、このガッシュと間違えないように購入される際は気をつけてください。こちらの不透明水彩絵の具ガッシュはこの 15ml のサイズのものだけが通常販売されています。こちらの 5ml のサイズもあるんですが、こちらはセットでしか売っていません。不透明水彩のこの 5ml のガッシュのセットは5色セット、24色セット、30色、84色のセットがあります。透明水彩絵の具のセットと不透明水彩絵の具のセットはセットの蓋の色が違いますので、よく確認して購入するようにしてください。そしてこちらがウィンザーニュートンの絵の具の旧パッケージですね。はい、で今、こちらが新パッケージでこういう風になっています。ウィンザーニュートンの絵の具も一時期 15ml といってこの大きいサイズの絵の具が売っていたんですが、輸入されなくなってしまったようで、日本では売っていません。フルベインの絵の具がこのように旧パッケージ、新パッケージでこんな感じなんですけど、なんかちっちゃいように思えると思うんですが、量は両方とも同じ 5mm ですね。5ml 入っていますので大丈夫です。では私の講座で使っているパレットに並べるおすすめの色をご紹介していきたいと思います。フルベインの絵の具に合わせてご紹介していきます。まずここにあるのがフルベインの絵の具のセットです。12色セット、18色セットの他に24色、30色、48色、60色、そしてフルベインから出ている透明水彩の絵の具の種類は108色ですが、その全色が揃っている108色のセットと様々あります。水彩画を始める方はこちらのセットになっているのを買われている方が多いと思います。私も最初このフルベインの12色セットを買いました。ではこの12色セットに、さらに必要な色を足し、使いづらい色は抜きというふうにしていきたいと思います。では12色セットを、昔の古いのなんですが開けてみます。こんなように色が入っています。でこちらは12色セットなんですけれども、これから水彩画を始める方は18色あれば十分かなと思いますので、こちらのフルベインの12色セットと
あとフルベインの18色セットの中に入っている色を足していきたいと思います。ではまず赤からいきます。赤というのは2色あります。ワイン系のワインレッドと言われる赤と朱色と言われる赤ですね。この2色が赤と呼ばれますね。まずこのワインレッド系の赤ですが、ここにクリムソンレーキとあります。でこれが12色セットに入っている赤で、18色セットですともう1本ここにローズマダーという色ですね。こちらが入ってきます。こちらの方が明るくて、こっちの方がちょっと暗い目の色です。でもう一つ12色にも18色にも入ってこないんですけど、ここにパーマネントアリザリンクリムソンという色があります。これとこれの間くらいですかねの色です。これの3色のうちどれか1本か2本あればいいと思います。ウィンザーニュートンの絵の具ですと、クリムソンレーキとこちらのローズマダーはありません。パーマネントアリザリンクリムソンという色、それからこのウィンザーレッドという色があります。このちょっと赤ワイン色ではないんですけども、ウィンザーニュートンですとこのパーマネントアリザリンクリムソンとウィンザーレッドを選んでおけばいいかなと思います。次に朱色です。こちらのバーミリオンという色です。12色セットや18色セットに入っているこのバーミリオンはこちらですね、バーミリオンヒューとなります。でこのヒューというのはですね、このバーミリオンは顔料が非常に高価です。安価な、顔料で作られているという意味です。こちらは、バーミリオンでもバーミリオンヒューでもどちらでも構いません。これが朱色になります。ウィンザーニュートンはこのバーミリオンっていうのがありませんので、ウィンザーニュートンだとスカーレット系になります。こちらカドミウムスカーレットという色か、あとはスカーレットレーキという色がウィンザーニュートンでありますので、こちらを入れてください。12色セット、次に入っているのがイエローオーカーとなります。これが黄土色です。黄色が暗くなって渋くなった色ですね。ウィンザーニュートンのイエローオーカーですね。イエローオーカーライトっていう色もありますが、どちらでも構いません。イエローオーカー系ですね。次に黄色です。12色セットに入っているのはパーマネントイエローライトが入っています。こちらは18色セットになるとパーマネントイエローレモンという色とパーマネントイエローディープという色が入ってきます。これはどれを使っていただいてもいいですので、黄色は2色入れておきましょう。多分一番多く使う色なので2色入れていただければと思います。フルベインの黄色だとこの他にカドミウム系の色があります。非常に高価な顔料です。それに変えられてこのパーマネントというのが発売されています。カドミウムは、透明水彩とは呼びますが、顔料自体が非常に不透明で、発色の高い顔料です。ですのでカドミウムの黄色は非常に強いんですね。ですのでカドミウムを使うよりは最初はこのパーマネントの黄色を使った方がいいと思います。はい、でウィンザーニュートンの黄色が色数が多くてですね、みんなパッケージ一緒なんですが、ウィンザーイエローですね、ウィンザーレモンってなりますね。それからカドミウム系、カドミウムイエロー、それからオーレオリンという黄色があります。この他にもいっぱいあります、黄色が。カドミウムイエロー、ライト、ディープとありますし、ウィンザーイエローもウィンザーイエロー、ディープとかありますので、黄色が非常に多いですね。この中でも一番基本的な黄色が初心者として始めるとすれば、このウィンザーイエローとウィンザーレモン、この2色があればいいと思います。ウィンザーニュートンの絵の具にも12色セットがあります。その12色セットの中に入っている黄色がニューガンボージという色です。それは、それで構いませんのでニューガンボージを入れてください。次に緑です。フルベインの12色セットにはこちらのビリジャンヒューという緑とパーマネントグリーンナンバー1という黄緑が入っています。18色セットになるとパーマネントグリーンナンバー2という色がさらにナンバー2ですねが入ってきます。これらの絵の具なんですけども、この緑はですね、自然界の
自然な緑を作るといった場合に色を混ぜないと使えない色をしています。ですので初心者の場合は簡単にしていきたいなと思いますので、これの代わりにこちらのサップグリーンという、私はこれが一番緑の中で、混色せずに自然に使える色だと思っています。こちらのサップグリーンに、置き換えたいと思います。ウィンザー・ニュートンの方だとこれですね、パーマネントサップグリーンとなっています。これを入れていただければと思います。緑ももう一本色を入れておきたいなと思いますので、このサップグリーンとですね、あともう一つは12色セットの方だったらこのパーマネントグリーンナンバー1、これとこれを置いといてください。これだけで使うことはないんですが、ちょっと混色する、これとこれを合わせると色が明るくなりますので、このパーマネントグリーンナンバー1とサップグリーンを入れていただきたいなと思います。絵の具をセットではなくて単品で買われる方はこちらのサップグリーンという色と、もう1本はこちらフーカスグリーンという色が売っていますので、この2本を入れていただければなと思います。ウィンザー・ニュートンの方はパーマネントグリーン、パーマネントサップグリーンとこちらのですねフーカスグリーンという色がありますので、非常に明るいグリーンなんですが、これをセットにして入れといていただければと思います。では次に青の説明です。ホルベインの12色セットと18色セットに入っている青ですが、こちらコバルトブルーヒューが入っています。コバルトブルーもやはりコバルトが非常に高価ですので、こちらのヒューという代替品が販売されています。このコバルトブルーにおいては、コバルトブルーとコバルトブルーヒューは色が全く違います。私の講座ではこちらのコバルトブルーの方をおすすめしているんですが、このヒューを使っているんだという方はこちらを使っていただいて、なくなったらコバルトブルーにしていただければいいなという希望があります。こちらのコバルトブルーですが、ウィンザー・ニュートンにすると、同じコバルトブルーというのが売っています。ウィンザー・ニュートンはコバルトブルーというシンプルな名前のものと、コバルトブルーディープという色があります。どちらでも結構ですが、これから買われるんでしたらこちらのストレートのコバルトブルーがいいと思います。青の2本目、プルシャンブルーという色です。12色セットにも18色セットにも入っています。こちらは青というよりも紺ですねの色になります。こちらはウィンザー・ニュートンの絵の具も同じプルシャンブルーという色ですので、こちらを入れてください。さて、青と言いますと12色セットにはこちらのプルシャンブルーとこちらコバルトブルーヒューがつきますが、この2本が入っています。私の講座では青をもう少し多く使いたいので、あと2本足したいと思います。1本目はウルトラマリンという青です。混色に非常に使い勝手がいい色ですので、こちらを入れていただければと思います。ホルベインのウルトラマリン系はウルトラマリンライトとウルトラマリンディープという色があります。こちらもどちらでもいいんですが、これから買われるのであればこちらのウルトラマリンライトがスタンダードですので、こちらがいいかなと思います。ウィンザー・ニュートンですとウルトラマリン系が2本ありまして、こちらのフレンチウルトラマリンという色とウルトラマリングリーンシェードという色があります。こちらもどちらでもいいんですが、こちらのフレンチウルトラマリンの方がスタンダードだと思いますので、こちらを入れていただければと思います。追加したい青2本目がこちらのセルリアンブルーという色です。こちらは水色になります。空を塗るのに非常に適している、使いやすい色ですので、こちらを入れていただきたいと思います。ホルベインの18色セットをお持ちの方はこれに似た色でコンポーズブルーという色があります。このセルリアンブルーがもう少し緑がかった色です。このコンポーズブルーもセルリアンブルーの代わりに使っていただければと思いますので、その場合はセルリアンブルーじゃなくてコンポーズブルーで結構です。こちらウィンザー・ニュートンになりますとこうなりますね。セルリアンブルーという色、同じ色が売っていますので、こちらを入れてください。でウィンザー・ニュートンにはこのセルリアンブルーがレッドシェードというのも売っています。これより少し赤みがかった色なんですけれども、どちらでも構いません。でそれとウィンザー・ニュートンはもう一本これに似ている
水色で、こちらマンガニーズブルーヒューという色があります。セルリアンブルーよりももう少し色が濃い水色となります。こちらもこのマンガニーズブルーがある方はこれを使っていただければと思います。次に紫色です。ホルベインの12色セットには紫色は入っていません。18色セットの方にこちらのミネラルバイオレットという色が入っています。こちらを入れていただければと思います。で12色セットの方は、無理に紫色を入れなくても結構だと思います。紫色っていうのは赤と青を足せば作れる色ですので、必要はないと言ったら必要はないです。ウィンザーニュートンになりますと、ウィンザーバイオレットという色、またはこちらがコバルトバイオレットという色になります。ウィンザーバイオレットを1本持っていただければと思います。次にピンクです。ピンクも1本入れておきたいと思います。ホルベインの12色セットにも18色セットにも入っていませんが、こちらの、オペラというピンクを1本、入れていただければと思います。桜を描くときとかに使います。で、こちらのオペラは、非常に彩度の高い蛍光色になります。ですので、少し、ワインレッド系の赤を混色して使うと良いと思います。で、ちょうどこのオペラにほんの少しだけワインレッドを入れて色を落ち着かせた色にパーマネントローズという色があります。で、そのパーマネントローズにしてしまうというのも手だと思います。ウィンザーニュートンになりますと、オペラローズという色になります。またはパーマネントローズですね。私は混色の手間を省くためにこちらパーマネントローズの色を持って今ではオペラは使っていません。ですが YouTube ではこちらのホルベインのオペラも、使っていきたいと思います。では次に茶色です。12色セットや18色セットに入っているこちらバーントシェンナという色とこちら、バーントアンバーという色です。こちらが赤茶でこちらがちょっと焦げ茶ってなります。この2色は非常に、有名でスタンダードな茶色です。この2色を入れてください。ウィンザーニュートンでも同じバーントシェンナとバーントアンバーがあります。次に黒ですね。12色セット、18色セットにはアイボリーブラックという黒が入っています。私の講座では黒は使いません。黒の色は透明水彩でも、とても強い色ですので、これの代わりにですね、こちらがペインズグレイという色です。これは、灰色ですね、グレーになります。これを黒の代わりに入れたいと思います。ホルベインも同じ、ウィンザーニュートンと同じでペインズグレーが発売されていますので、ペインズグレーを入れてください。そしてもう一本、非常に使いやすい、暗い色がありますのでご紹介します。シャドウグリーンという色です。こちらホルベインの絵の具です。これは暗い緑になります。グリーンが入っていますので、そこまで暗くないので混色に非常に適しています。ですのでこのシャドウグリーンも黒の代わりに使いたいと思います。で、こちらのシャドウグリーンですが、ウィンザーニュートンになりますと名前が変わりましてペリレングリーンという名前になります。色は同じです。ホルベインの12色セットと18色セットの最後の色がこのアイボリーブラックの隣、ここですね。ここに最後に入っている色がですね、チャイニーズホワイトという白です。ですが私の講座ではこの透明水彩の白は使いませんので、だいぶ前にこの白は処分してしまいました。ではご紹介した色を整理して並べていきたいと思います。ホルベインの絵の具セットに合わせて赤から始めていきたいと思います。ワインレッド系の絵の具です。ホルベインの12色セット、18色セット両方に入っているこちらのクリムソンレーキという色を選びます。もう一色、18色セットの方に入っているこちらローズマドですね。こちらを入れていきたいと思います。ウィンザーニュートンの絵の具を使われている方はこちらのパーマネントアリザリンクリムソン、1色でも十分いいんですが、
もう1色入れておきたいと思います。こちらのウィンザーレッドという色ですね。こちらも入れておきます。そして次に朱色系の赤を入れます。ホルベインの方はこちらのバーミリオンヒューという色ですね。これ大きいサイズですが、これです。バーミリオンヒューかバーミリオンを入れます。ウィンザーニュートンの絵の具の方はカドミウムスカーレットまたはスカーレットレーキを入れます。次にイエローですね。ホルベインの方はパーマネントイエローライト12色の方に入っています。こちらは先ほどご説明しましたが、パーマネントイエローレモン、パーマネントイエローディープが18色の方に入ってますので、どれでも結構です。はい、黄色2色入れておきたいと思います。パーマネントイエローレモンとライトを選びます。ウィンザーニュートンの方はこちらのウィンザーイエローと、ウィンザーレモンを置きたいと思います。こちらもカドミウムイエローでも、あとはオーレオリンという色でも、乳がん防止でも何でも結構です。次に緑ですね。緑はこちらのサップグリーンを入れます。もし緑がもう1本ある方はここに、パーマネントグリーンナンバー1、ナンバー2、またはフーカスグリーンという色をもう1本くっつけておきたいと思います。どちらでもいいんですけど、こちらが12色に入ってますのでこれにしておきます。ウィンザーニュートンの方はパーマネントサップグリーン、それから、ウィンザーニュートンのフーカスグリーンですね。こちらを入れておきたいと思います。次に青に行きます。青は追加した2色の色から入れていきます。こちらですね。セルリアンブルーという色です。18色の方にコンポーズブルーという色が入ってますので、そちらでも結構です。ウィンザーの方も同じセルリアンブルーですね。次の青がコバルトブルーです。ホルベインの方はコバルトブルーとコバルトブルーヒューが色が違うというお話をしました。ここではコバルトブルーの方を入れておきます。そしてウィンザーの方はこちらコバルトブルーですね。同じです。次の色がプルシャンブルーになります。ウィンザーの方も一緒です。プルシャンブルーになります。次に赤系の青になります。こちらウルトラマリンです。ウルトラマリンはライトでもディープでも構いません。ウィンザーの方はフレンチウルトラマリンとなります。ウルトラマリン、グリーンシェードとかでも結構です。次は紫色です。ホルベインの方はこちらの18色セットに入っているミネラルバイオレットを入れておきます。ウィンザーの方はこちらのウィンザーバイオレットを入れます。次にピンクです。ホルベインの方はこちらのオペラを入れておきます。ウィンザーの方はパーマネントローズを入れておきます。こちらはオペラローズという色でも結構です。次に茶色です。こちらバーントシェンナという色になります。ウィンザーも同じバーントシェンナという色を入れます。茶色のもう一色、バーントアンバー、焦げ茶色です。ウィンザーも同じバーントアンバーを入れます。次に黄土色です。イエローオーカーという色です。ウィンザーも同じイエローオーカーを入れます。ウィンザーはイエローオーカーにイエローオーカーライトというのがあります。どちらでも結構です。次に暗い色を入れます。こちらシャドーグリーンという暗い緑色です。こちらを入れます。ウィンザーの絵の具はシャドーグリーンがなくペリレーングリーンという名前になります。同じ色です。こちらを入れます。最後の色です。こちらペインズグレイという暗い灰色を入れます。こちらはウィンザーの絵の具です。ホルベインの絵の具も同じペインズグレイを入れます。こちらが今回ご紹介した絵の具の色です。全部で18色あります。こちらがホルベイン、こちらがウィンザーニュートンになります。絵の具の色の選び方に正解不正解はなく、あくまで個人的な使いやすい色を選んでいます。もちろん12色セット、18色セットにセットされている色、それだけで十分だと思います。こちらは私の講座で使っているおすすめの色のご紹介ということですので、参考にしていただけたらと思います。